大谷さんの記者会見の用紙みたいなのを読売新聞のサイトで見たんですけど、記者会見自体見てないんですけど、結局でも勝手に自分の口座のお金を水原さんに送金されてしまいましたということを大谷さんが言ったんですけど、いや、よほどずさんにパスワードがノートパソコンに貼ってありますとかならいざ知らず、やっぱり銀行の口座って結構ログインから送金めんどくさいんですよ。もちろん銀行によって違うんですけど、例えば僕が使ってるアメリカの銀行だと、まずログインすると、ログインした後に自分のメアドにコードが飛ぶんですよ。で、そのメアドを見て、メアドのコードをサイトに入れて初めてログインできますと。で、送金に関してももともと登録してある口座にしか送金はできません。なので送金先を新規登録するときは送金先を入れて、でその後またコードがメールに飛んで、メールでそのコードを入れて送れるというパターンだと、あとフランスの場合だと口座登録をしても48時間遅れないとか24時間遅れないとかあるんですよ。仮に水原さんが悪さをしようと思って、じゃあ銀行にまずログインしましょうっていう時で、たまたまパスワードしてたとしても、そもそも大谷さんのメアドにコードが飛ぶので、もしくは2段階認証みたいな Google のアプリのコードとかで入らないといけないので、大谷さんのメアドを盗むか携帯を盗むかしないとまずできないんですよね。でさらに大きい金額の場合、そもそも論オンラインで送れないっていうのがあるんですよ。5000万円とかを超える大きな金額の場合は基本的にはオンラインで送れませんみたいなのがあって、5000万円以上の場合はその上の段階の権限でもう一回認証しないといけませんみたいなのがあったりするので、そんな簡単に6億送れねえだろって思うんですよね。なのでそうすると、水原さんが希代のハッカーであるか、もしくは大谷さんが手伝ったということじゃないとちょっと無理があるんですよ、説明として。僕が全く知らないだけでもうアホみたいにすっかすかのオンラインバンキングのサイトがあって、もう ID とパスワードだけで何十億でも送れます、誰にでも送れますみたいなサイトがひょっとしたらあるのかもしれないですけど、僕が知る限りないと思うんですけど、でもね、それだとアメリカの法律上ね、多分銀行としての審査通らないと思うんですけど、でもアメリカの銀行じゃないかもしれないので、仮にバヌアツ諸島みたいなところの謎の銀行にお金を入れてやってたとしたら、可能性としてはゼロではないんですけど、いやさすがにそれないんじゃないっていう話だと思うんですけど、なのでそこで知らぬ存ぜぬというのはさすがにちょっと無理があるんじゃないかなっていうのが、で日本と違って、日本の場合って説明をしないというのが許されるんですけど、アメリカの場合は説明をしないということは説明ができないようなことをしてるか、こいつ嘘をつく気だなって思うんですよ。文章だけでこういう見解ですっていうのを送った場合って、こいつは記者の前で正直に話せないってことは多分何か隠そうとしてるから記者会見して記者の前で話せないんだなというふうに取られてしまうんですよ。アメリカって割とバシバシ記者が質問をして、でそれに対して政治家が答えるとか、メディアとかでも人を呼んで質問するとか、司会者がやっぱ結構きついことを聞く国なんですよ。俺は正直に答えるよって言ってる人だったら、どんなこと言われても正直に答えられるでしょ。だって後ろ暗いとこないんだから、聞かれたこと何でも答えればいいじゃん。で答えられないってことは後ろ暗いことがあるんじゃないのというふうに割とアメリカは取られてしまうんですよ。なので記者会見しないの良くないよねって呼んで記者会見をするみたいなことになったと思うんですけど、でもやっぱり質疑応答がないっていう時点で、これは質疑応答には耐えられないという状況なんだなというのがアメリカ人側から見えてしまうんですよ。どうやって送金したのっていうのはやっぱりメディアじゃなくても気になるじゃないですか。だからもう希代のハッカーだったの水原さんみたいなそれだったらもうそっちで6億稼げばいいんじゃないのみたいなっていうのがあるので、なのでそこはちょっと大谷さんもとうとう嘘をつく大人になってしまったんじゃないかなと思うんですよね。誰かをかばうために嘘をついているのだとしても、なんだろうね、やっぱでも嘘をつくのを許容する文化っていうのがアメリカはあんまりないんですよね。日本の場合で、例えばじゃあ水原さんをかばうために大谷さんが嘘をついたってなると、それは男気だよねとか隠居だよねみたいなので理解されるっていうのが多少は日本はあるんですけど、アメリカの場合はいや嘘は嘘でダメでしょっていうので、何かをかばいたとしてもお前嘘つくやつなのねっていうところでやっぱ切られちゃうんですよね。そこら辺がだからちょっとなかなか厳しいと思うんですけど、でトランプさんが嘘つくのはあれはあれで許容されてますトランプさん記者会見もするし、どんな質問も受けるんですよ。でいやその言い逃れどうなのっていうのも言うんですけど、でも言い逃れを含めてうまいなっていうのである程度許容されるんですよ。もちろんそれを絶対許さないって人もいるんですけど、許容する人は許容する。だから例えばトランプさんが大統領になるときに、アメリカ大統領って今まで歴代大統領必ず自分の資産で公開してきたんですよ。納税証明とかいくら持ってますよみたいな。でトランプさんは大統領に就任したら出しますよって言ってたんだけ
ど、就任してもあれこれ言って出さなかったんですよ。で、最後まで出さなかったんですよ。就任したら出しますよという、まず嘘をつくっていうところとか、あと、オバマ大統領がアフリカ出身っていう嘘をついてたかな。アフリカ系ではあるんですけど、ハワイ出身の人なんですけど、オバマ大統領。なんかそういう嘘をついてたんですけど、それもなんかうにゃうにゃ言ってごまかすみたいなので、うにゃうにゃに言ってごまかす分にはいいんですけど、質問に答えないとか雲隠れをするというのが許さないっていう、そういう感じの風潮なので、日本とはちょっとなんか考え方が違うんですよね。嘘である証明ができなければいいな。そうなんですよね。トランプさんのとかも嘘であるっていうのは、いや嘘だと思うんだけどねと思うけど、でもそれの証明ができない限りは割とそれが通ってしまうっていうのがあったりするので、ただちょっとその大谷さんがね、野球選手としては優秀な人なので、このままどうなるかっていうところだと思うんですけど、日本人にとってみると、プロ野球選手っていうメジャーリーグっていうところで活躍していて、MVP2 回取ってるっていうことで、すごい人だよねっていう風に尊敬の目で見られると思うんですけど、やっぱりなんかアメリカの人から見ると、大谷さんってある種エイリアンなんですよね。日本ではメジャーリーグってすごいところだってなるんですけど、アメリカから見るとやっぱりフットボール最強とかなんですよ。フットボールっていうものがあったりとか、バスケットボールっていうのがあったりして、でどちらかというと3つ目ぐらいの位置なんですよね、野球は。日本でいくと、じゃあ今野球が上なのかな、野球、サッカー、バスケみたいな日本が順番あるとすると、アメリカだとバスケ、アメフト、これはちょっと人によるんだけど、で下の方に野球があるっていう状態なので、トップスポーツではないところの野球で、さらにそこで外国人がなんかそれなりに頑張ってるっていうのでいくと、なんかあんまりアメリカ人としては気持ちよくないというのが多少あったりするんですよね。なので人種差別みたいなことっていうのはアメリカ人のポリコレな人たちっていうのはすごい気にするので、表立っては言わないんですけど、やっぱりその大谷さんのせいでアメリカ人の野球選手が4番を取れないとか MVP を取れないということにはなってはいるので、そうするとなんかいけすかないやつだよねという風に考える層というのがやっぱり一定割合いて、でほらあいつやらかしやがったなという風にやっぱりなってしまうと思うんですよね。なのでその洗礼をこれからも受け続けるのではないかなと思うと、結構大変なんじゃないかなと思いますけど、結局その野球だけやっていればいいよねっていう話じゃなくて、野球以外のそのおかしな人を身内に置かないとか、違法賭博はやっちゃいけないっていうのをちゃんと知ってるとか、わからないことがあったら弁護士に相談するとか、大人としてやらなきゃいけないことっていうのは大谷さんも自分自身でこれからやる必要があるんじゃないかなと思うんですけど、要はそこの部分、アメリカの文化とか考え方っていうのを全て水原さんに任せてお願いしますってなってたと思うので、水原さんに騙されてしまうっていうのがあってたもんで、なのでこう人を信用しないでやらないといけないよねというふうにやっぱり生きていかなきゃいけなくなるんじゃないかなと思いますけども、はい。法の不者はこれを許さずって日本もこの原則の味だけどね、そうなんですよね。知らなかったとしても法を破ったらそれはもう悪いことだよっていうので、僕が知る限り世界中の国の法律ってそうなんですよね。知らなかったらその法を守らなくていいっていうことになれば、全部知らねえで許されちゃうじゃないですか。どんな犯罪やってても、いやそんなの知らなかったって言ったら許されるんで、あるわけないでしょっていう。だからなんか、なんで日本だけ知らないと許されると思っちゃうんですけどね。本谷さんは三菱 UFJ の広告塔だから顔を立てるために三菱 UFJ の口座を使っている可能性が高い。三菱 UFJ はでもアメリカの視点でどうなんだろう。さすがにアメリカの普通にそこら中に ATM がある銀行を使ってるんじゃないかな。リテールでそこまで使えばかなり不便だと思うんですよね。三菱 UFJ の口座もあるとは思いますけど、野球チームから振り込まれて生活で使う口座っていうのは別なんじゃないかなと思いますけどね。大谷さん嘘をつきません。確かに大谷さんが全く嘘をついてないという世界線もあると思います。はい。ご視聴ありがとうございます。今回の動画はこちらからの気に入りになります。